はい、はい、おはようございます。はい、今日は6月の半ばですね。で、三島さんがもうぜひ負けたいということで、去年お祭りですか？そうですね。お祭りで2本買いまして、去年買って1年間温めてました。この日のために。そうですね。まあチャレンジしようということですよね。ということで、一旦切りますか。一旦切ります。切らなくていい。このままやっていい。赤松の強い曲げをそうですね。6月できるっていうところですね。そうですね。はい。ということで、先ほどお話しした私の DM のところにも来て、6月やってうまく成功できましたと。で、その方が言ってたのは、っていうか私が言ったみたいなんですけど、養生が4割、で、曲げが6割ということなんで、養生をしっかりしてから曲げるということで、今日はやってみたいと思います。はい。頑張ります。頑張ります。はい。お願いします。お願いします。で、あとは三島さん、どちらをどんな風にしたいかっていう話なんですよね。特にこういう風にしたいっていうのはないんですけど、思いっきり曲げてみたいな。曲げてみたいな。はいはい。この時期なんで、それを皆様にお見せできたら、視聴者さんも喜ぶんじゃないかと思いますんでね。したら、まあどっちでもいいんですけど、背の高い方を曲げた方がいいかなと。思うんで、一つはまあじゃあこっちにしましょうかと。で、曲げるときはやっぱりそのきっかけになりそうなこういう曲がりですね。まあここだったらこことか、あとここ、ここですね。こことかここ。はいはい。で、どっちでもいいんですね。古い幹の方がまあ一つは割りやすいのと、ここにちっちゃい陣がありますから、まあここにばっくりいったときにまあ2箇所結構水が通らないとか出ちゃうんで。まあちょっとリスクはあるかな。行き道が狭くなるっていう話と、古いから割れやすい。で、ここは若いんで、まあ曲げやすいっちゃ曲げやすいかな。それとできるだけ背が高いところで曲げた方が細く見えるんですよね。上の方で曲げた方が。上の方で曲げた方が。背が高くなるんで仕上がった時に、なのでまあここでいいかなって気がします。はい。ということでバキッとこう折るようなことをやっていきたいなと。こちらはまた模様着みたいにして作ってってね、この大きさだったら普通に分字でやっても、まあ枝を下げて、そうですよね。分陣、オーソドックスな分陣着ってことですかね。そうですね。まあこれも2つあって、ここはちょっと太いんで、まあ通常で言えばこれが差し枝になって、まあ例えばそちら正面だとすると、これが裏枝になって、これで頭を作るという方法もあるし、まあここだけで作っちゃうとかね。いうのもありますよね。こちらを落として、ここ出して。これはまあ本当にお好みですね。なんかふわーっと作ってキュッキュッキュッとああいうのを作って面白いですしね。それもあるんですよ。これもふわーっと作って下の方でキュッキュッキュッってこうトライアングルみたいにふわーっといってキュッキュッキュッ。それかっこいいですね。それしますか？シルバーさんちょっと1個そうです。すごいね、いっぱいあるから。こういうね。こういうやつですね。ガクッと。これなんか蛾がいますけど、こういうやつですね。とかあとこういうやつですね。こういう曲げですね。なるほど。はい。こういうのがあると厳しくていいですね。ここだけでね。これもキュッキュッキュなんじゃないですか。わかんないけど。キュッキュッキュですかね。キュッキュッキュっぽいですけどね。あれはキュッ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 キュ。キュッキュッキュ。DJ だ。キュッ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 キュ。だからさっきそう。これはまあ普通のですね。オーソドックス。これもちょっと面白いかな。これもふわーってキュッキュッキュ。こっちですね。どっちかっていうとね、ふわっという。これはいい。だからこういうふわーっときて、この下でキュッキュッキュッってもっと厳しいのを作るのもこれもいいですよね。私もこういうのも好きなんですよ。だからあんまりどっちにするかですね。もうそこはそれはもう持ち主が石尾さんしたい。個人的にはですね、こっちです。そうだからどっちかっていうと作業楽ですけどね。そうですか。じゃあそうします。ふわっとキュキュキュパターン。ふわっとキュキュキュでこれ新しいんじゃないですかね。こっちのができそうですよね。長いですもんね。引っかかりがこっちないですもんね。きっかけが。じゃあキュキュキュにしますか、こっちで。こういうふうに落としといて、キュキュキュで。好みです。それの方がね。これが。じゃあそうしましょう。じゃああれですね。昨日の夜から。昨日の夕方から帰ってきました。ありがとうございます。はい。アルミ線の太いやつを2本。はい。用意します。はい。2.5 か3ですね。あれがね、つけなくてもいいよ。これ。
そうで、できるだけ三島さんにやってもらった方がいいと思うんで、この辺から上ぐらいまでかけてこれを2本。千代さんはあんまり6月やったことないんですよ。いやー、実はですね、これよりも3倍ぐらい太い赤松を当店で買ってでカンタさんとはいはいはい。ガッて曲げてドラゴンみたいなのをやりたいって言ってまあ買って直後曲げたことがあったんです、この時期。そうしましたらね、パキッと折れたことがありましてその日すぐ帰りまして、帰りまして、なんかどっかの動画に残ってますよね。かもしれません。まあちょっとなので、まあそれ以来この時期に大きな曲げっていうのはやったことないです。なるほど。じゃあトラウマを克服する回って結構ショックでしたもんね、あの時ね。ショックでしたね。落ち込んでました。すぐ帰りましたから。まあ結構ね、自分的に値段の張る木だったもんですから。そうですよね。とりあえずまあこれからじゃあかけるとして必ずこう背中に当てるんで一つこう癖をつけながら、はい、大体の当てる用のですね。でここは必ずここですね、一番大事なところ。ここを曲げるんですね。そうですね。でまあここら辺も背中曲げるかもしれないからこっち行っとくか。ああ、なるほど。曲げる角度のとこ、線に合わせて、この辺はちょっとねじりますけど、こんな感じでここと、あとここか一番ね大事なところ。ここはね陣があるからそうですね、危険ですね。でこれが難しいのがここを曲げたいんだよな。ここは曲がんねえか、ここはいいか、ここ曲げるんで、こことここはもう曲がってるからいいとして、こことここできるだけビチッと、でこれをまあ同じようにもう一個この辺から先にこれを片付けておく。そうですね、形をつけておいて。初めてこういうやり方見せていただいてるような気がしますね。特別ですよ。いや本当ですよ。これをね視聴者の皆さん見れるっていうのはね無料でね、それも本当ですよね。これも大体の曲付けなんですけどね。この後ちょっと縛るんで、ここですね一番結構割れやすいのね。そしたらこれを止めちゃうんですね。そうですね、縛って。これはどうでもいいです、止め方は。アルミ線の仮止めですね。ラファイアで仮止めしていく。アルミ線のあくまでも仮止めなんで、仮止めのためのラファイア。はい。でこの時にできるだけこうびっちり隙間が開かないようにですね。で本当はやっとこで少しこうグッグって押さえたいぐらいなんですね。それぐらいこうびっちり隙間がない方がいいですね。これは要はギブスみたいな。そうそうですね。当て木というか、ね。まあ当たるところは出っ張ってるんでいいんですけど、へこんでるところが多分隙間が空きやすいんで。飯間さん前にその太いの曲げた時はこういうのやりました？実はこういうことをやりませんでしたね。で引っ張ってみようってことで引っ張りを行ったところ、その一番曲がりで負担がかかるところがパキッといったって感じですね。まあ本当巻き割りしたような音が鳴って一瞬で終わっちゃったって感じでした。保護しないと、保護しなかったです。そういうことも起きちゃうと。はい。まあその養生ってやつをやんなかったってことですね。多分ですね。これはやっぱ大事ですね。大事なんですね。養生4割。養生4割。そこで養生4割っていうのは出てくるんですね。出てくるんですね。それを言った記憶あるんですか？思い出しました。思い出した？文章いただいて。よかった。さっき誰も知らなそうな感じで。そのこと言ったっけなんて。とか言ってたけど。視聴者さんの方がねすごい熱心に見てらっしゃるんですよね。でも成功したって言ってね、お便りいただいて。そうだ、私やっちゃったの。いや、いいんです。作業がやっぱりすごい綺麗ですよね。三島さんにね。いや、いいんです。このまま。そもそも他力の盆栽で頑張ってますから勉強させていただいてます。すごいです。フルット取りましょうかね、この枯葉ね。見た目だけなんですけど、これもできるだけやっぱりギュッとこう縛った方がいいですね。本当にくっつけるように。でもう一回言っとくと、赤松曲げやすいっていうのは水捨てて柔らかいんですね。から曲げやすい。だけど芯と幹が上がりやすいっていうリスクもあるんで、そこを勘違いして何でもかんでも曲げちゃうとダメなんで、その芯と、形成層ですね、離さないために今養生してると。黒を曲げられないっていうね。
どうなんですかね。でも黒も僕曲げましたけど大丈夫でしたよ。曲げられると思いますよ。だけど黒は冬でもできる。てかそっちの方がいいのかな。本来は五葉も黒も心拍も冬がいいんですね。赤松は冬曲げると曲げられないからっていうことですね。曲げられないっていうのは割れちゃうんで赤松は。じゃあフルパトリを少しじゃあ作業、ちょっと見た目悪いのは取っていきます。隙間開けないでっていうところが一番。でこれは針金を止めただけなんで背中に当てたっていうところですね。じゃあこの後の工程をじゃあこの後は昨日からつけていた、ラフィアで、私が1日早く来てつけてたラフィアでそのためだけにもう2回も3回も言ってますね。ぎゅうぎゅうに巻いていって曲げると、今この針金のところからでいいですか？そうですねこの辺からでいいと思いますね。でその後にもう一度針金をかけて、そうですね、そうラフィアを巻いてから針金を巻いて、希望の形にしていくと。枝もかけますよね。そうですね、最後やっぱり仕上げた方が。これは今日曲げるじゃないですか。目切りはしない方がいい。これもうやめといた方がいいんじゃないですかね。どんだけ厳しく曲げるかわかんないですけど、枝の針金かけるときは見切りして大丈夫そうだよなんですけど、幹のやっぱり厳しい曲げるときは前も言ったんですけど、その行き道が切れる可能性があるんですよね。行き道ってすごいですね。演歌の言葉みたいですよね。あんまり我々使わないじゃないですか、行き道ってね。水水とかね言うんだけど、一般的には行き道っていう意味で。ちょっと枝が多いという枝が多いですね。お話で枝が多いで、ここら辺が特に密集してて、そうするとね、これは頭だから外せないじゃないですか。そうするとここら辺がこれも外せないですね。ここが密集してるんで、感覚的にはこれを残しておく。でここも二股あるんですけど、こっちにも二股があって。いい枝なんで、これとこの下にもちっちゃうんですね。これそっくり取っちゃいましょうか。もうちょっと残して。そうですね。ほんのちょっとでいいです。そんなに。この次はラフィアを巻いていただくということで、三島さんに一応時計回りで巻いたんで、時計回りで巻いていきましょうか。わかりました。6本ぐらいはもう1本半ぐらい。2本。じゃあ2本で2本ときます。冗談冗談。足して6本ぐらい。6本ぐらいですかね。私はね、一応ね、こういつも広げるんですね、少し。幅を広げて。言った方が、やりやすいと。こんなところで、だいぶ伸ばして。じゃあ下の方から。下の方から。結んでもいいですし、私はいつも曲げたら次の一周で押さえちゃうんですけど。そうするとお好みで時計回りなんで。で挟んじゃって。そうですね。それでやっちゃえばきつく。そう。それでいけば。もうぎゅうぎゅうに3人とも違う T シャツでよかったですね。いや、この日村さん、この T シャツはまだ買えるんですよね。まだ買えます。この T シャツは買えます。だいぶ L がなくなりましたけど、まだこの T シャツも買えますよ。これもまだネットでも売ってるし、当順にもあります。ぜひ皆さんお買い求めください。残りわずか。で今のとこあれですね。ここでしたっけ？曲げるとこちょっともう印つけてくれるということで、目印を。分かんなくなっちゃうんで。なんとなく気持ちね、ここら辺だよって。かけて。こう曲げるんだよ。じゃあ上行きますよ。そしたら止め方としては日村さん。本当はね、ぐるっと巻いて止めたいんですけど。じゃあここでぐるっと巻いて止めるってどういうことですか？ぐるっと普通にぐるっと巻いてこう中に通してグッと縛るのが一番。後でアルミ線で押さえちゃうんでね、極端な話、セロテープかなんか止めててもいいんですけど。セロテープ止まんない。何でもいいってことですね。何でもいい。どうせアルミ線で押さえちゃうんで。見てもですよね。って書いてあるんですよ。見てもですね。ラファイア巻き終わったので、針金かけた。3ですね。3ミリで。幹の太さがね、大体見た感じ12ミリぐらいかな。12ミリぐらい。かな。そうするとアルミ線は幹を曲げるのに幹の半分。だから12割る2で6。でこれはアルミ線が3。3×2 が6。でイコールになるわけですね。なるほど。ということで3を2本。これは間隔はどうしますか？間隔2本かける間隔。それはもうくっつけた方がいいと思いますね。くっつけていいです。で特にここのところは2本当たるように。
いうところですね。長さの 1.5 倍と言うんですけど、ここからここ、ここからここ、ちょっと長めにしておきますかね。ここら辺でちょっと細いかもしれないですけどね。もしちょっと強度が弱かったら3本重ねるっていうのもいいですね。ありですね。そうそうそう、最悪はそうすればいいんで、多分5センチぐらい余る計算なんですけどね。さすがそこまで計算。すごいですよね。そういう数字が出てくることがすごいです。さすがですね。これ引っ掛けるとこないんで、とりあえずこんな風な引っ掛けを作っていて、時計回りなんでこの辺ですね。ここまでいけば、で必ずここに当てるっていう。ここですね。ここですね。このさっきマジックでね、印つけたと。ちょっと印つけた。もうほとんど見えませんけど、ここほぼ見えない。ほぼ見えないですけどね。ここに当てる。当てる。ここを曲げるんですね。ここを曲げる。これはね、隙間開けないで結構しっかり巻いていいと思うんです。ちょっと普通の針金かけとはちょっと違う。そうですね。5センチ以上余りそうな。そうですね。いや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 。あれ15センチって言いませんでしたっけ15センチか。足りないよりはでもね。あ、そうそうそう、そういうことですね。はい。と思いきや、ここまでいっちゃう。そこまで計算に。やっちゃった方がね。先端の間までね。さすがですよ。あ、ちょうど5センチぐらいになるかな。5センチぐらいになるか。そこも枝にもこうここもそうですね。枝の多いですかね。無理。こんな細いところに太い針金だね。あ、ちょうど5センチ。いやいやいや、さすがです。ちょっとこれじゃあ勉強になります。じゃあこれに合わせて道間どうぞ。じゃあ失礼します。上でも下でもいいです。じゃあ沿わせていきたいと思います。先端曲げるとこからですね。はい。下からにしておきましょう。はい。はい。いやもう昼間さんがねかけてくれてたんで、あとはしっかりそうですね。きつめにくっつけて、つけて間開けないように。はい。上にかける方法と下にかける方法があるんですけど、まあ当てたところが一発目ちょっとずれたりなんかした時は曲げるところより下に針金かけたら上にかけるとかあるんですけど、まあ私が上手にかけちゃったんで、ちょっと真ん中にかけちゃったんで、どっちでもいいんですけど、下でよかったでしょうか。下でいいんです。そうすると下の方がね、実は隙間が空きづらいって言われるんですよね。上に引っ張りながらかけていくから。悪くないチョイスです。はいはい、よかったと思います。それはそこで終わって。そうですね。全部余りましたね。そうですね。どうしますこれ。切っちゃっていいですよ。ここで。はい。じゃあ切ります。はい。じゃあ終わりました。終わりました。はい。これ取っちゃおうか。これ内側の一番大事なのがやっぱこの枝ですね。外側の出がいいんで。そうすると本当はこれとこれいらないんですけど、こっちだけ取っときましょうか。切っちゃいましょうか。こちらをね。はい。はい。で本当はこれは内側が出てるんでダメなんですけど、まあいいか取っちゃうか。はい。じゃあ取っちゃいます。はい。じゃあこれとこれ2ミリ。2ミリでずっとかけときましょうか。はい。でここはこれとこれで2ミリかけたらこれとこれで2ミリ。はい。でもう一回これとこれで2ミリかけると全部2ミリで。はい。全部2ミリでいいと思いますね。これとこれもかける感じですか？これとこれ。これとこれ。あとこれとこれとこれ。これとねこっちになっちゃいますね。針金がクロスしちゃうんで、だからこれと上をかけるようじゃないですかね。針金の上。針金の上。これもこっちも針金の上。これが針金の上、針金の上。これ針金の下に来ちゃってるんで、これとこれ。針金の下同士、上同士で合わせないと交差しちゃう。交差しちゃう。やっぱこれかけといてよかったって話ですね。すごい。ちょっとそこまで計算できる。すごいですね。ちょっと太かったですけど。じゃああとはもう三島さんの針金かけタイム。ちょっとかけ終わったら昼間さんにもう一回見ていただく方が。はい。それからなんですけど、これでも厳しい曲げしないんですよね。まあでも先端はするんじゃないですか。あ、そうか、するか。だからいいか。これ曲がるかどうか、とりあえずちょっと曲げてみましょうか。これが昼間曲げですね。昼間曲げ。昼間曲げる昼間曲げ。夜でも昼曲げ。夜でも昼曲げ。昼曲げドン。昼曲げドン。どう言ったらやばいですね。これは昼間さんどういうことに注意しながら今。ここはね、まず音をやっぱり確認しながらと、もう指の感覚でちょっと押さえながらで少しこっちにねじってます。少しですけどね。
内側にこう、はいはいはい。左手の親指で、もう曲がりましただいぶね、直角になった。これどうするか。さっきなんかふわっつったけど、なんかまっすぐになっちゃいました。いや、もうこのまま昼間さんのフィーリングでやっていただいてもいいかもしれないですね。一回上げてもう一回下げるとか。もうちょっとこれぐらい斜め1じゃなくて、これにかけて下でちょんちょんやって。なるほど。それの方がトライアングル作りやすいですかね。そうすると、もしかしたらこれが頭になるかもしれないですね。ああ、はいはい。ここからもう一回ぐらい同じところ曲げてみて、こっちでこれが頭になって、これが枝の方になって、バキッ結構曲がりますね。曲がりますね。こっち行くとでも下行っちゃうな、これな。頭になるとしたら、上上から出したいんですもんね。そうすると大丈夫かな。もうちょっとだいぶ曲がってますね。おお、来ましたね、こっちへ。まあ、あとは引っ張ってもいいんでね、でこれを頭にして、これを開いて、ね、県外風にね、最初の構想とちょっと変わってきましたけど、いや逆にね、いいですよ。より厳しく。ちょっと生徒にもやってほしいな。そうですね。いやここまで来たらやっていただいた。いや、そうだ。私がやっちゃうと、少しね、感じとしては、少しねじりながら。やっぱりでもこの感覚をね、手で感じないと。もうここは曲げないわけ。まだ曲げた方がいい。もうちょっと、引っ張りたいぐらいなんで。こう内側に。今の感じ。親指で。こっちはこっちですか。今のこの辺で。ここでいいんですか。そこら辺押さえて。いくな。ね、結構柔らかいんで。まだやっていいですか。もっとやってみますか。はい、じゃあ多分唯一ここ使われるんじゃないかと思います。そうですね。そういい感じですね。その左手の感じも。結構ね、いったよ。厳しい。いったよ、ほら。来ましたよね。ここ使ってここ。ね、いいんじゃないですかね。そこ調子に乗ってもうちょっとやっていいですか。これで折れちゃったら終わっちゃう？大丈夫ですよ、多分。いや、もうここまでにしとこう。まあ後で引っ張ってもいいしね。そうですね。いいんで、あとここじゃあ仮にこう引っ張ったと想定した時に、いやここがどんな風にすると一回もうちょっと逆にこれを外出すかっていうところですね。外に出すっていうのは、ここがね、さっき言われてたところだったんで、この下が、やっぱり少し上の方でこのアルミ線かかってるところでやらないと、ここを曲げたいんですよね。針金が入ってるから大丈夫だと思うんですけど、この下の出っ張ってるところが一番怖い。そうですね、そこら辺で曲げた方がいいですね。少しねじりながら、これ外に出す感じで。こうやっちゃっていいですか。そうですね。はい。ちょっと一回やめましょう。はい。いいじゃないですか。ね。そうするとね、正面がそっちになって、これが頭になって、じゃあそろそろ針金かけときましょうか。はい。じゃあちょっと細い枝の針金をかけて、一回見てもらおうかと思いますね。頑張ります。そして、こっち行くんですかね、これ。下行ってますよね。こっちでいい。いいですね。合ってます。で、ちょっと閉めておいて、まだついてないと思います。日陰の数があって草、日陰の数。一応そちら正面で、これが頭で、というところですよね。そうするとこれが裏になってくるし、そうすると、引っ張ります。引っ張っちゃうんですか。はい。開けちゃいましょうか。銅線の方がいいですか。銅線の方がいいですね。20番ぐらいですか。18の方がいいですね。あとゴムってありますかね。ゴム用意します。これですね。この辺で引っ張りたいんで。結局なんか昼間流になっちゃった。昼間流でいいと思うんです。昼間流でいいんじゃないですか。題名。結局そうなっちゃう。昼間流ベンド。いいですかね。
寄せて、まあ確実しながらですね。あ、でもいきますね、全然。きますね。厳しいですね。もうここがかっこいいのね、かっこいいですね。そこがやっぱり素晴らしいです。この感じがね、どれぐらいまでいきそうか。まだいきそうですね、全然ね。まあより寄せて厳しくした方がそうですね、本当。見どころにはなりますよね。くっつけちゃいたいぐらい。くっつけちゃいたいぐらいなんですね。もう全然最初と違う。やっぱりこうやっぱり S 系が出ちゃうんですか。 S 系が出ちゃうんだ。ね、いや自分の木だったらここまでやらないです。しかも人の木だから。人の木だからここまでやる。なるほどね。そうそう。なるほどね。一か八かっていう時はね。逆にいいのかもしれないですね。そうそう。思い切った作業ができる。自分の木じゃない。で私は他力でやっていただける。お互いのなんかこう素晴らしいです。でもね安心なんですよ。背中当たってるだけじゃなくてアルミ製も入ってるから。なんかくっつきそうな勢いですよね。養生ちゃんと4割やってるからこれ。折れる心配してないですもんね。柔らかい感じ。人の木だっていう。人の木だからか。だからか。だからですよ。いやだからですよ。だから思い切ってできる。どう今ちょっと正面から見てどうなんですか。今ね、こっちでね。そういうことですよね。こっちへ振りたいんです。外に。少し外に振りたい。そうするとアルミ線がちょっと弱いかもしれない。ここでもっとこっち持っていきたいんですよね。まあまあでもなんか全部こっから落ちてくる感じがすごくいいですけど。いいですよね。いいですよ。まだまだいきますね。うわすごい寄っちゃってる。くっつきですね。これちょっとねじれてるのがいいですね。ね、そうですよね。こうそういうのね。それがいいですよね。立体感があって。単調じゃないの。やっぱちょっと出した方がやっぱりそうこっちへちょっとね逃がしたいですよね。外にねくっついてる分。今来たらくっつけたくなりますね。やっぱ中途半端な仕事というよりかは、まあやるときは一気にやった方がね、こんだけ準備するの大変じゃないですか。広田寛太さんも言ってましたね。やるときはやるんだって言って出ましたそんなこと。盆栽祭りの席でねやったパフォーマンスの時に。いや言ってましたか。中途半端な作業しない。やるときはやるんだって言いながら作業なさって。なんでくっついちゃった。あれくっついちゃった。もうくっついてますよ俺。くっついちゃった。すごいトーン記号みたいになってる。確かにね。すごい厳しい。結局くっついちゃった。くっつけちゃったんだけど。つけちゃった。でもこんだけ曲がるってことですもんね。まあ結局さっきの時期にまっすぐなやつがねこんだけ曲がって。いやすごい。大丈夫ですかね。これくっついて。ちょうどくっつきましたね。でここら辺グッと入ってやっぱりその出た方がいいですね最後にね。あとはもう静止なんでこの辺は逆に少しちょっと上げて。ちょっとでも三島さんにやってもらった方が。いやもうじゃあここまで来てやれない。いや一回やって渡して直してもらう。裏だけね。裏だけこれ裏なんで裏持ってきます。裏も多いですけどねちょっとね。はい。あとはお好みで。これはじゃあ裏で。そうですね。全部裏でいいんですよね。そう全部裏でいいです。ちょっと多いぐらいですけど。まあ後でまあまあ軽くしないで。これは昼間さん前の方で前枝でいいんですか。それでちっちゃくちょこっと。でもいいじゃないですか。これも多いですけどとりあえずのちょっとこう棚感っていうか出して。何をしてますか。針金掛けが今終わりまして三島さんの、ちょっと気になるのがですね、やっぱりちょっともう少しぐらいこう寄せたいんですね。はい寄せたい。なんでここを閉じてっていうのをやりたいんで。すごいの出てきちゃった。すごいの出てきちゃった。ここをねもう少し閉じたいんですよね。ここら辺を閉じたくなっちゃったんだ。閉じたくなっちゃったですね。プライヤーで。プライヤーで。わお。少し。
ここぶつかってるんでね、ここはだから逆に出した方がいいんですよね、出たまま。押さえといて、ここを締めるんですね。そう、ここだけ締めたい。これ中の針金に当たってる感じですか？フライヤー、そう、ここに針金があるんで、こっちはないですけどね。ない。ここも当たっちゃってるから無理かな。まあ少しだけだな、本当に。なんか巻いとくっていうのもやり方としてあるんですか？ああ、そうですね。それしますか？縛る。縛る。そうするとちょっと太いやつ、銅線の方がいいですね。ちょうど16番あります。ああ、よかったよかった。すみません。はい。ここはだからアルミ線が当たってる、あるところなんで、こっちはちょうどこのアルミに当たるように、本当、些細なあれなんですけどね。気になりだしたらね、気になりますよね。なっちゃうんですよね、ここはすごいね。徹底した仕事ぶりですね、本当に。もっと締めちゃっていいんですね。寄せて隙間が空いたら、はい、じゃあお願いします。はい、まだいきます。はい。ほんのちょっとですね。ほんのちょっとこういう風に入ってくれば。はい。で、あとはちょっと形を見ましょう。ちょっと一応自分なりにそうですね。静止をしてみましたのしてで、もらいました。はい。でここから蛭間さんがちょっと直しというか、でも犬が気になるとことかは。まあ裏がちゃんと裏になってるかなとか。ちょっとこれ多いんでごめんなさい。これちょっと切っちゃいましょう。ここ。はい。もうここからこれいらないよっていう判断です。はい。これが同じところにあったんで、ここを下げてここを少し上げる。同じ高さ。はい、高さにならないですね。で、これがね、ちょっといらないっちゃいらないんだよな。取りましょうか。多すぎますか。じゃあもうこの辺で。その辺で。私にじゃないか。確かに。わざと間を作る。ここで間を作ってね、そうすると枝が多すぎちゃって、ここ3つ揃っちゃうんで、そこは途中に1個はね、休憩所があって、駅の道があるわけですよ、ここに。道の駅ね。道の駅ね。道の駅か。やっぱツートントンですね。ツートントンですね。ツートントン。ああ、そのリズそうムか。なると頭が今度また多く見えちゃう。まあ頭は頭は多いですね。頭でも少し多くてもいいですか。文人はね、枝減らすんですけど、頭が少し多くてもいいと思います。こういうのもね、股を閉じるね。開いてね。ですね。ここを今やったんですけど、一回股を閉じる。閉じて開く。閉じてから開くね。閉じてから開く。最初から開いちゃう。開いちゃダメなんですね。そう。閉じといてから開くんです。うわ、深いな。いや、別に。下ネタです。全然。蛭間さんの本当棚にある。まあ自分になっちゃうんですよね。これ本当蛭間流ですよね。取り替えても分かんないかもしれない。分かんないですね、これ。でもあれですよね、時間的に1時間ちょっとでやっちゃったっていうのはすごいですね。ちょっと枝がね、やっぱ上多いですけど、まあいいんじゃないですかね。枯れる可能性があるので。このところでどうですかね。ちょっとね、起こすようになると思います。それで、ここが何しろ並ばないように、これはね、少し幹を少し隠してもいいです。切る。切るっていうか、そう、少し幹を、少しこの葉っぱで、少し幹をね隠すぐらいでも全部見せなくて、でここに裏ができました。でここ棚3つ、やっぱこれ抜いてよかったと思いますね。いうことで今先端目起こししてないですけど、赤松こう起きてくるんで、それで大丈夫だと思います。起きてくると思います。これもねちょっと長いですけど、まあとりあえず枯れる可能性もあるんで、笑ってちゃいけないですね。枯れる可能性もあります。これ上げる理由はあれですね。ちょっと後ろに書いちゃってるんでね。曲の部分が。そう少しね後ろに反っちゃってるんで。いいですね。いいですかね。こんな感じですかね。ちょっと全然最初の構想と違っちゃってましたけど、まあでもここら辺のね曲がりも面白いんですよ。本当はここら辺を細かくキュッキュッキュッってやって、ここはなだらかにする予定だったんですけど、曲がっちゃいましたね。曲がっちゃうもん。くっついちゃいましたね。すごい。はい。まあここ今ちょっとこだわったところですね。ここね、少しこういう風にしたかったっていう。いいじゃないですかね。だからあんまりこれも
ぐにゃ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 下になくていいと思うんですよね。やっぱスーッといってでストーンと落ちて、でここら辺こうねポンポンポンと作っていけば、この辺はまた今後三島さんの課題でねどうしていくか。もう一本は三島さんがお一人でやる。まああれをとりあえず今日はここまで。やらない？もうプライベートでちょっともう一本これをやりたいなと思いますね。結局厳しく負けたい。そうですね。まあでもやらないと思えないんでね。まあそうですよね。じゃあもう一本は。もう一本はまたプライベートで。私がだからね逆に自分のやつを負けたくなりましたもん。まだあるんですか？いやこの間やったやつあれふわふわっと作って。どうですか今日やってみて。本当に今日昼間さんからこの時期の赤松の曲げってこともう見どころ作っていただいて、まあ養生4割そうですね、養生4割っていうことをやっぱりちゃんとやるってことでちゃんと曲げられた。まあ以前私はこういうことをやらなかったので赤松1本無駄にしてしまった、まあ残念なことしちゃいましたけど、いい勉強させていただきましたね。トラウマはこれでね克服できましたね。それでよかった。次やってみようと。やっぱりすごい人を真似るってことが学習とか大事なんじゃないかなと思うんで、ぜひね視聴者さんやっぱり昼間さんを真似て、こういう木を作っていくっていうことを僕もやりたいと思いますし、皆さんもこれを機にねやっていただければと思いますね。はい、以上です。うまくまとめていただきましたので、はい、この動画いいねという人はいいねボタンとチャンネル登録、メンバーシップ、はい、ということでレッツメイクアニュー盆栽はい、どうもいいですか。素晴らしいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。噛み合いそうで噛み合わない。噛み合いそうで噛み合わない。残り1本の方を三島さんが曲げたと。一人でやられた。一人でやるとこんな感じでした。もっとさっきの方がきつかったですね。まだ足りないんじゃないですか今度は。針金が。まだ余裕があり最後。冗談。引っ張って終わりにしますよじゃあ。ここはね針金入ってますけどね。ここはやばいかも。だからここはやばいかもしれないですね。ここ入ってるんですよね。だからここは入ってるけどこっちがこっちは入ってないからここ入ってないからちょっと怪しい。ここ曲がると私みたいになっちゃう。それはメンバーシップの方で。メンバーシップの方で。どうですかやってみて。いやちょっと難しかったです正直。昼間さんみたいにうまくやれるかっていうと。本当どうしたかったとかあるんですか。まあ同じような感じでやりたかったって似たような感じです。そうです。一回練習したから、だけど形似てますよね。似てる。もっと引っ張ればいい。勉強の成果が出てるんじゃないですか。まだねいけんですよ。全然引っ張れそうだけど多分危険は危険。今言ったこの針金は効いてるけどここはダメなんです。ここは入ってないからここ来ちゃってますよね。もうちょっと来てます。アルミ線が。だからここ行ったらパキですよ。ちょっと見てみたい。はい。すいません。音が聞きたい。あの音が忘れられない。乾いた音がね。まあこの辺で許してもらって今日は。いやでもなんか頑張りました。似てますよさっきのと。いいじゃない。やっぱり難しいなってことは分かりましたんで。でも逆に言うとできるとここまではね。そうですね。はい。ここまではどんな方でもできんじゃないでしょうか。養生すればね。養生4割ってことで。で曲げもう最初にねこう曲げるって決めてれば。そうですね。例えばさっきのとこもね針金入ってたと思うから。ちょっといろいろやりすぎちゃいましたね。はい。やっぱ厳しいわ。全然違う。いやかっこいい。いやちょっと違うわ。なるほど。違いますね。こんなにもこうやって並べると分かりますね。やっぱり。まあ。言っちゃいたくなりますね。言っちゃいたくなる。どうぞ使ってください。はいいいですよいいですけど。あれも始まっちゃったんで。はい。おまけでした。おまけでした。